ちは、着物舞です。本日は、普段私が作っている、お料理を今日は紹介していこうかなと思っています。今日作るお料理なんですけども、今日はお好み焼きを紹介しようと思っています。普段私が作っているお好み焼きは、チーズを入れたり、あとは魚介ですね、エビだったりイカだったり入れたりするんですけども、今日はもうスタンダードなザお好み焼きを、皆さんに紹介していこうかなと思っています。それではレッツゴーレッツゴー。はい、こちらが今日使用するお好み焼きの材料になります。手前が青のり、かつお節、紅生姜、薄力粉ですね。あとは豚バラの、スライスと、あとは本だしと天かすと、あとはお水ですね。あと山芋と、ネギですね。と卵とキャベツ。あとは、ソースで、豚福ソースですね。こちらお好み焼きのソースとマヨネーズになります。今日はもう本当にもうザ・ド定番のスタンダードなお好み焼きを、今から作っていこうと思います。それでは、早速作っていきます。まず、ボウルの中に、小麦粉、お水ですね、だしパウダーを入れていきます。ダマにならないようによくかき混ぜていきます。で、ある程度ダマがなくなってきたら、続いて、紅生姜、天かすですね、ネギですね、小口に切ったネギ、卵を2個、はい、でここでも混ぜていきます。よくかき混ぜます。軽く混ぜたら、続いては、キャベツをみじん切りに切っていきます。でこちらも、2カップにカットしていきます。はい、で山芋ですね、山芋を全部すりおろして、山芋を、入れる理由としては、生地をね、ふわふわふっくらさせるために、はい、これも全部入れていきます。全部今、材料入れ終わったので、こちらも先ほど同様に空気を入れる感じで混ぜていきます。でこんな感じで、ざっくり混ぜたので、続いては、この生地をですね、実際に、ホットプレートで焼いていこうと思います。では早速、今から焼く前に油を軽くひいていきます。でさっき作った生地なんですけども、このボウルの中には、約2枚分作れる、分量を入れているので、今日はホットプレートでまず、1枚分、まず作っていきます。半分ぐらいですね。豚バラの、スライスを上にね、乗せていきます。でここから約3分今から、生地を焼いていきますね。うちには、男の子3人兄弟のやんちゃな、男の子が、いるんですけども、普段ねご飯をこのお好み焼きを出す時にちっちゃめに出して、おかずとしてプラス、白ご飯をセットで出したんですね。その時にめちゃくちゃなんか子供たちに怒られて、ブーイングを、なんか言われてしまって、要はなんか子供たちからしたらお好み焼きと、白ご飯っていうのがあんまりよろしくなかったみたいで、すごくなんか怒られたので、それ以降からはもうお好み焼きと例えば餃子を出すようにしたり、工夫してます。私的にはなんか別にお好み焼きと白ご飯って全然食べれるじゃんって思うんですけど、皆さんどうですか？やっぱりダメなのかな。はい、では生地が今3分経ちました。このコテで、返していきます。いきます。緊張する。いきます。3、2、1。おー、きれい。でここから、約4分ですね、蓋をして、焼いていきます。でうちの家族みんなお好み焼きとか粉物は結構大好きで、あと麺がうちは子供たちも
主人も旦那も大好きなんですけど、旦那に関しては麺が入ってないともうめちゃくちゃうるさいんですよね。なのでもう彼に関してはもう焼きそばを食べさせとけばもう喜ぶ男なので、もう焼きそばをもう作って、で子供たちはもうお好み焼き大好きなので作ってあげてます。こんな感じで残り、20秒ぐらいかな。そしたら蓋を開けて出していきます。お好み焼きのルーツをね、そもそもどこから発祥してるのかなと思ってちょっと調べてみたら、東京が、発祥地だったらしいですね。私は大阪が、粉物の文化として発祥していると思ったんですけども、東京みたいです。では早速、4分経ったのでオープンしていきます。オープン。おー、めちゃくちゃいい匂いがします。でここで、返していきます。ここから3分また焼いていきます。温度は止めずに電源をまだつけたまま3分今から焼いていきます。はい。で今この3分、焼き終わりました。まず最初に3分で蓋をして4分ですね。でまた裏返して3分。はい、電源を切りました。はい。それでは、実際に、お皿にのせていきます。おー、美味しそう。でソースを今から、塗っていきます。全体的にこのソースもよくかかってないと嫌がるので、ちょっとたっぷりめにのせていきます。で伸ばしていきます。伸ばします。全体的に生地伸ばします。これぐらい。でマヨネーズお箸を使って、マヨネーズをさーっといきます。で下から上にさーっときれいにできた。こんな感じ。お、いいんじゃない？どうかな。で、鰹節を入れていきます。かけていきます。パラパラパラで最後に青のりを、かけたら完成です。美味しそう。はい。はい、お好み焼きが完成しました。はい。じゃあ早速、お好み焼きを切っていこうかなと思います。サクサクと切っていきます。いただきます。美味しい。豚肉の焦げた感じがカリッとしてて美味しい。美味しいです。はい、お好み焼き食べ終わりました。とても美味しかったです。キャベツが多めに入っていたのですごくね、お腹の満腹になりました。で普段私が食べている、お好み焼きの具材はですね、お餅とチーズと明太を入れるとめちゃくちゃ美味しくて、日常的に入れて
てるんですけども、よかったら皆さん食べたことがない方は入れてみてください。それでは皆さん、本日の動画ご視聴ありがとうございました。よかったらインスタグラムのフォローと、チャンネル登録、グッドボタンよかったらお願いします。それでは皆さん、またねー。Hey, at least I'm breathing. I know it took a while. Been